皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回はカメラをやっていて良かったことについてお話できたらなと思います。正直カメラはお金がかかる趣味ですし、最初の導入コストはかかってしまうものではあるんですが、それでも続けている理由がいくつかあるなと思いましたので、私なりに思うことをお伝えできたらなと思います。きっと私だけではなくてカメラをやっている方に共感していただけるところも多いと思います。そしてこれからカメラを始めてみたいという方にもぜひ聞いていただきたい内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんが写真を撮ったりとか動画撮影をやっていて良かったなと思うこともしありましたら、ぜひコメントでも教えていただけたらなと思います。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録いただけると励みになります。ということで早速お話をしていこうと思いますが、私は父親だったり祖父もカメラが好きだったっていうこともあって、実家にはいくつもカメラがある環境で育っていたわけなんですが、実際に自分で初めてカメラを購入したのは社会人になってからです。そこからいろいろと機材を入れ替えて今に落ち着いたというような感じになります。まずカメラをやっていて良かったなと思うことについていくつかお話をしていこうかなと思います。まず一つ目なんですが、自分の中でちょっと見え方が変わったなという感覚があります。カメラを持っているとちょっとしたお散歩とかがすごく楽しくなるんですよね。別に何か目的があるっていうわけじゃなくても、ちょっと外に出てみようかなっていうふうに思えるようになります。例えば近くの公園に行くだけでも、この光すごい綺麗だなとか、あとは季節の変化だったりとか、なんかそういうことに自然と目が行くようになってきていて、同じ場所でも前とは違って見えるようになったなと感じています。ちなみに私は仕事がない日は運動不足の解消も兼ねて、天気がいい日はなるべく歩くようにしているんですけど、そういう時はだいたいソニーの α6700 とシグマの 1850mm のレンズを持っていくことが多いです。こちらなんですけど、やっぱり軽いのがいいのと、私の持っている機材の中では一番気軽に持っていける軽い組み合わせっていうところがすごく気に入っています。もちろんソニーの α7C2 でもいいなとは思うんですけど、それよりも先に購入した α6700 のこのグリップの感じとか上面のこの作りとかは α6700 の方が個人的には気に入っています。そして続いてカメラをやっていて良かったなと思うこと2つ目なんですが、それが父親との会話が増えたっていうことです。この話をしてしまうと父親には申し訳ないなっていう気持ちにはなるんですが、正直なところ実家に住んでいた時は私はあんまり父親と話す機会がなくて、年頃というかそういう時期だったからしょうがない、別に仲がすごい悪いっていうわけではなかったんですけど、でもただ唯一の共通の話題っていうことでカメラとか写真の話はできたんですよ。最新のそのカメラ機材についてとか、あとはドローン関係とか、父親はドローン飛ばしたりとかするんですけど、なんかそういう話題は父親もすごく好きだったので、そういう話をするときは自然と会話も多かったです。私が青森を出て関東に来てから、親元を離れて暮らすようになってからは直接話をするっていうことは減ったんですけど、LINE とかでこのカメラ発表になったよねとか、父親が今日このドローン飛ばして遊んできたんだみたいな、そんな話を写真付きでなんか聞いたりとかもします。あとは最近だったら私はソニーの α7C2 を買って、こんな写真撮ったよとか、私が YouTube やってることも知ってるので、多分この動画全部は見てないと思うんですけど、先日ソニーさんとのタイアップ動画出たからちょっと見てよとか、シグマさんからレンズお借りしたんだよとか、なんかそんなこともお話ししたりとかします。そんな感じで、こういう話は多分カメラとかっていう共通の趣味がなかったら生まれてない時間だなっていうふうに思っていて、今では私が帰省したら2人で車乗ってなんか撮影に出かけたりなんていうこともしています。
やっぱり家族との会話とか一緒に過ごす時間が増えたっていうところは、自分にとってカメラをやっていて本当に良かったなっていうところの一つの大きな理由だと思います。そして3つ目の理由としては、思い出を綺麗な形でちゃんと残せるっていうところもカメラをやっている良かったところだなと思います。最近撮影をして記録として残しといて良かったなって思うことは、テスラの納車 Vlog なんですけど、あれは多分一生に一度の思い出だと思いますし、人生の中でもなかなか経験することのないことだと思うので、その状態をリアルに残せるっていうところと、実際にそのテスラの納車している場面にいなくても後から思い出を共有できるっていうところは、カメラをやっていて良かったなっていうふうに思うところです。スマホでももちろんよく撮れると思うんですけど、私はもうカメラで撮るっていう所作そのものだったりとか、あとはカメラそのものがもう好きなので、撮影っていう部分ではカメラで残すっていうところに重きを置いています。そしてカメラをやっていて良かったこと、4つ目は人に喜んでもらえるっていうことです。結構学生時代の友達と今でもちょこちょこ集まったりとかするんですけど、遊びに行った時に私がカメラを持って行って撮影とか撮ったりとかもします。あんまりカメラとかには詳しい子たちではないんですけど、だからやっぱり遊んで帰ってきてから後から写真を LINE で送ったりとか、あと次に会った時に見せた時にすごく喜んでもらえるっていうのは、やっぱりこちらとしてもすごく嬉しいなって思います。そういった部分が私的にカメラをやっていて良かったなと思うところです。そんな感じでカメラをやっていて良かったなと思うことについてお話をしましたが、続いてはカメラがあることで自分自身が変わったなっていうふうに思うことについていくつかあるのでお話ししたいと思います。まず一つ目は、お仕事を頑張ろうって思えること。これは結構共感してもらえることなんじゃないかなと思います。例えば欲しいカメラとかレンズがあるから頑張れるとか、あるいは撮影しに海外旅行に行きたいから頑張れるっていうような、なんか仕事のモチベーションになるなっていうところです。好きなことのために働くっていうお仕事を頑張れるようになったっていうところは結構あるなと思います。そして2つ目は、交友関係が広がりました。これはカメラ好き同士でつながれるっていうことですね。少し前の話なんですが、チースタジオの私のアカウントとは別のリア友とかをフォローしているインスタグラムのアカウントを持ってるんですけど、そのお友達の投稿写真にカメラが写っているっていう写真があって、そこから私から連絡を取るようになって一緒に遊びに行くようになった子がいます。その子とは10年ぶりとかに会ったんですけど、そんな感じでカメラがきっかけでまた遊ぶようになったりとか、あとは以前カフェで写真を展示させていただいた機会があったんですけど、その時に普段 YouTube を視聴してくださっている方が足を運んでくださって見に来てくださったことがあったりとか、そこでいろいろお話をする機会があったりして、カメラとか写真のお話ができたりとかみたいなことができたっていうことも、やっぱり自分の経験としてはすごく良かったなと思います。また嬉しいことにですね、今年もイベントを企画をしているところではあるので、今年もいろいろ新しい出会いとかあったらいいなと思っています。ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。そして3つ目ですね、カメラをやっていて良かったこと3つ目なんですけど、それが YouTube を始めるきっかけになったっていうことです。正直 YouTube は大変だけど楽しいです。自分に合っている趣味活動っていうか、仕事以外のほとんども YouTube のことばっかり考えてるんですけど、最近はそのくらい楽しいしやりがいがあります。企画から撮影、あと編集までもう自分の本当に好きなようにできるので、本当好きなようにやらせてもらってるなっていう感じです。最初はやってみたいっていう本当興味本位で始めたんですけど、もう少しずつ見てくださる方が増えていて、動画のコメントとか読ませていただいて、すごくいつも勉強させていただいてます。反応っていうかリアクションをもらえることも私としてはすごく嬉しいし、やりがいにつながります。多分カメラがなかったらこういう発信活動は私はしてなかったんじゃないかなと思います。今ではいろいろカメラ買って少し機材増えすぎた感はあるんですけど、
自分の中ではカメラをやっていて大きく変わった変化のある部分かなとそこは思います。そして最後は写真とかカメラのお仕事につながるようになったっていうことです。すごく嬉しいことに去年はカメラメーカーさんとかレンズメーカーさんからお仕事をいただく機会がありました。それは YouTube をやっていたっていうことが大きいと思うんですけど、そもそもでそれはカメラがあるおかげだと思っています。今はあんまり受けられてないんですけど、たまに個人とかあとお店の撮影依頼とかのお話もいただくことも増えてきました。自分の本業のお仕事とは別のお仕事ができるようになったっていうところも自分の生活スタイルが変わった大きなところかなと思います。続いて今度はカメラをやっていて大変なことについてもうお話ししようかなと思います。もうこれは一つしかなくて、カメラとかレンズがどんどん興味のある欲しいレンズ、触ってみたいレンズが増えてくる。これに尽きると思います。新しいカメラとかレンズが出るたびにもうどんどん欲しいものとか興味のあるものが増えていくのが、良くも悪くもというところですかね。悪いことではないですけど悩ましい問題ではあります。今のところはでもそれくらいですかね。特に大きい悩みはないです。で、ちょっと話はそれるんですけど、最近実家からフィルムカメラを持って帰ってきたので、フィルムを始めるか悩んでます。マミヤ7というカメラなんですけど、今まであんまりフィルムカメラとかやってくることがなかったので、また新しい沼にはまりそうなそんな予感がします。詳しい方はぜひこのカメラについて教えてください。はい、ちょっと話はそれましたが。ということで、ここまででカメラをやってきて良かったことなどについてはお話ししてきたんですが、ここからはこれからカメラを始めてみたいなと思っている方に向けて少しお話ができたらなと思います。まず一つ目なんですが、最初から完璧じゃなくていいっていうことです。最初は何を撮りたいのかとか、どのカメラを選べばいいのかとかわからないことがすごく多いと思うんですけど、正直最初はそこはあんまり深く考えすぎなくてもいいのかなと思っています。私自身も最初から明確にこれが撮りたいって決まっていたわけではなかったですし、やっていく中で少しずつ好きなものが見えてきたっていうような感じだったので、まずは何でもいいからカメラ好きなものを買ってみて気軽に始めてみるっていうのが一番大事かなと思います。そして2つ目なんですが、最初に撮るものは特別なものじゃなくても大丈夫です。旅行に行かないと撮れないとか、いい景色じゃないと撮れないとか、そういうことは全くなくて、自分の部屋だったりとか、近所の道だったりとか、あとはカフェに入った時のスイーツだったりとか、そういう日常の中でもう十分に楽しめるのがカメラのいいところだなと思います。むしろ本当にそういう何気ないものを撮る方が後から見返した時に面白かったりとかするので、まずは身近なもの、本当に何でもいいので撮ってみるっていうのがおすすめかなと思います。そして3つ目なんですが、カメラを買う前に一度店舗に行って触ってみるっていうのがすっごく大事だと思います。カメラのスペックとかレビューとかももちろん参考にはなると思うんですけど、実際に持った時の重さとか、あとは手に馴染むかどうかとか、そういう感覚的な部分って意外とすごく大事で、それが自分に合ってるかどうかっていうので使う頻度も本当に変わってくるなと思います。それと合わせてなんですが、カメラの見た目の好みもかなり大事だなと思っています。やっぱりカメラを持っていきたいなって思えるかはすごい大事だなと思ってて、カメラのスペックとかだけじゃなくて、自分が本当に好きだなと思える見た目かどうかっていうのも一つの基準にしていいのかなと思います。で、そもそも何を買えばいいのかわからないっていう方に関してなんですが、これはあくまで一例にはなるんですけど、とりあえず写真も動画もどっちもやってみたいっていうことであれば、私は例えばソニー α7C2 のようなカメラは個人的にはすっごくバランスが良くて使いやすいなと感じています。ただこれだけが正解っていうわけではないので、やっぱり実際に触ってみて自分に合うものを選んでいただくのが一番いいのかなと思います。あとは購入のタイミングなんですが、キャッシュバックキャンペーンがやってるかどうかをチェックするのもおすすめです。時期によっては数万円ほど変わることもありますし、あとは店舗によっては値引きを結構していただける場合もあったりとかするので、少しでもお得に購入できるタイミングを狙うのも一つかなと思います。
ということで今回はカメラをやっていて良かったことなどについてお話をしてきました。これからカメラを始めたいなと思っている方にも参考にしていただける内容だったんじゃないかなと思います。もし今カメラを始めてみようかなと迷っている方がいたら、まずは一度店舗で触ってみたりとか気軽に始めてみていただけたら嬉しいなと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信しておりますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。